ということで今回はですね、ロードスターの方を今手放そうかどうか迷ってるんですけども、なんかいい方法ないかなと思って今回ですね、査定に出してみようかなと思います。今現在ね、ロードスターの方がまだ所有して半年ぐらいしか経ってないんですけど、はい、今5万700キロぐらいですね。グレードはヘイスレーザーパッケージっていうまあ上の方なグレードなんですけど、それのね査定をちょっとしてみようかな。で今回使うのはね、セルカというサービスなんですけども、車の販売売買のオークションと言われるものでして、そちらちょっと一回使ってみて売るかどうか、希望金額はね160万ぐらいいけばいいかなと思ってるんですけど、どうなることやらってところで、一回使ってみようかなと思います。はい、ということでね、今日はちょっとロードスターの方を今売ろうか迷ってて、今回車の買い取りのプロの方、セルカの方をお呼びしてるんで、そっちの方にいろいろ簡単な紹介だったりとか、だいたい暫定金額最後にいくらになるのかっていうところをいろいろ深掘って聞いていければなと思うので、よろしくお願いします。お願いします。はい。セルカオークションの野田と申します。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。お願いいたします。はい。まず簡単に弊社のオークションについてご説明をさせていただきます。はい。はい、弊社がですね、一度お車の方査定をさせていただければ、全国8000社以上のバイヤーさんが登録しているオークションですね。こちらのオークションでついた最高金額でお車ご売却をいただけるオークションサービスを運営しております。大体お写真の方ですね、30枚から40枚ほど撮影させていただいて、月曜日か金曜日のオークションに出品をさせていただければ、全国のバイヤーさんが競りで金額をお付けいたします。で、希望の金額を超えてくれば制約が確定しますと。で、初めて3万3000円の手数料がそこでかかるんですけれども、もし希望を超えなければ取引無料でやめていただけるので、そこはご安心いただけたらと思います。じゃあ自分の中でここの金額超えたら売ろうかなみたいなってところを一定数決められるということですよね。おっしゃる通りです。めちゃめちゃいいですね。はい。あんまり希望高く設定しすぎちゃうと、そうですよね、バイヤーさんも高いなっていうふうに、これもちょっと情報を含めて後ほどお伝えさせていただきます。じゃあ早速お願いします。お願いいたします。一応ですね、こちらの査定の同意書になっておりまして、こちら注意事項をお読みいただいて、本日の日付とご署名の方をいただけたらと思います。恐れ入ります。雨天時濡らさないよ、多少雨だったら濡れちゃいますよってところと、車を多少移動させていただくっていうところと、フルナントナンブルは難しいですよってところですね。署名します。査定中に、このヒアリングシートというものを書いてくださいとおっしゃってくれたんですけども、だいたい査定自体が30分から40分ほどかかるらしいので、その間に過去の修理状況とか、事故の状況とか、今現在の不具合ですね、不具合とか速度メーター変えましたかとかっていうような事項を書いてくださいって感じです。車の状態ですね、車の状態の健康診断を書いてくださいというような内容になってますので、その辺分かる範囲でちょっと書いていこうと思います。今ナビだったりとか動作するか見てもらってますね。エンジンの方をかけたりとかされるみたいです。30枚ほど写真を撮ってそこから査定にかけるみたいですね。今だいたい10分ぐらい経ったんですけど、車両のトランク開けたりとかシートの方と車検証を確認してくださったりとか、外装一周下回りとか見ていただいて写真撮っていただいて、今状態を確認してもらってるっていうような形です。その機械は何ですか？これは塗膜計というもので、要は塗膜の厚さをちょっと測るんですね。塗料の厚さなんですけど、でその厚さを測った上で他の場所と差異があった場合に、ここはなんで塗膜の厚さが厚いんだろうっていう事故歴があるかとか、そうですそうです。っていうところを確認するってことですね。おっしゃる通りです。塗ってるかどうかっていうのを確認するので、塗ってたら骨格に異常ないかなっていう確認をするっていう流れになります。じゃあこれってガラスコーティングとして、そういうのは関係なくできるんですか？正直ガラスコーティングも多少は影響するんですけど、ほぼほぼ影響はしないかなというところです。もう本当に多少です。実際にこうやって測って、ちょっとごめんなさい、電池が少ないんですけども、17.7、そうです、177ですね、これ書いてあるんですけど、177でこっちを測ってみると148、これくらいの違いであれば特に問題ないかなというところなんですけども、例えばこれが300とか400とかになってくると、あれ熱いな、なんでだろうっていうふうになります。のでこれからちょっと測っていきます。でそうですね、こっちドアが83なんですね。
そうですね、83.9、でこっちが172なんで倍ぐらい違う。そうなんです。こうなってくるとちょっと違うななんですけど、ここで確定ではなくて、逆側も見てみるっていう。でこっち217あるので、ここの塗膜がまず厚くなってると、今度は。なるほど。はい。もっと電池ある時に来ればよかったですね。そうですね。172で220、172でここが149っていう状態なので、正直塗装の厚さちょっとばらつきがあるかなというところがあるので、全体的に見ていきます。はい。これはやっぱり普段の止め方でこっちだけ例えば日焼きが当たってるとか状況によってってことですか？可能性もあります。事故かっていうところですね。そうですね。初めて見た。車難しいということなんですけど、難しいです。どの辺が難しいですか？塗膜の厚さっていうのが、先ほどお伝えした通り均等であるはずなんですけど、結構パネルによってばらつきがすごいんでなんかあんのかなみたいなここは厚いのにあっちは厚くないみたいな、なので要は標準の厚さがちょっと分かんない状態になってるんですね。あとはもう触った感触とか目で確かめて、塗膜の状態とかを確認して塗ってるかどうかを見ないとわからない。塗膜系じゃどうにもならない状態です。なるほど。ツルツルなんですけど、こっち触ってみてください。同じように。ちょっと違うツルツル？いや、こっちがですね、ギュッとやってスライドするとザラザラなんです。こういう感じでスライドしてみてください。ギュッして分かんない違いかそうです。もう本当に腹でギュッと触ってこうやってスライドさせるとザラ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 っていう感じ、でそのザラザラを覚えた上で、こっちを同じようにギュッてやってこうやってスライドすると、そのザラザラがなくてもうキュッキュッキュッとしてるんですよ。ツルツルですよ、こっちは。そうです。こっちはツルツルです、でザラザラの方がちょっと塗膜が厚いっていうのを考えると、あっちは塗ってる可能性がある。そうなんです。でこっちは塗ってないっていう理由が、歴ありなのかどうなんだろうかな。そうですね。ここから塗ってるのか、あっちが塗ってるのか、こっちが交換してるのかっていうところをまず探らないといけないっていう状態です。なので難しいですめちゃめちゃ綺麗になってる。このドアが塗り直してると、ここが塗り直してる恐れがある。塗り直し自体がされてるのが、ここのドアと、あとは右側のリアフェンダーですね。この右側のここのそうです、フェンダーが塗り直しの可能性があるかなっていうイメージです。ただ塗膜系の厚さとここの触り心地、エッジのざらつきでしかちょっと今判断ができない状態なので、確定はできないけども。そうなんです。ただですよね。そうですね、塗ってるかなって。これが修復液に当たるかって言われると、当たることはないので安心してもらって大丈夫かというところですね。おそらくドアをぶつけてしまったか。リアフェンとここ一体なら分かりますけどね。そうなんですよ、ね、なんですごく難しいです。はい、感じみたいです。はい、で今一通り査定の方が終わったんで、4、5分ぐらいで大体相場というか売り値これぐらいだろうなっていうのが出るみたいです。早いですね、で大体30分ぐらいですかね。30分40分ほどで、終わりました。実際こういった無料で査定してもらって、実際そのオークションに出して何割ぐらいのお客様が売られるのかなっていうところはどのぐらいなんですかね。ご制約の割合としては大体一度査定をさせていただいて7割くらいにはなってますね。満足いただいた上で金額っていうところが出て、それで制約っていう流れになるので、比較的制約率は高いのかなとは思います。そうですよね、以前車の買い取り販売もされてたということで、そこでは3割ほどっておっしゃってたので、そうですね。そうなるとめちゃくちゃ、7割もいるってことはそれだけ買い取り金額に満足されてる方がいらっしゃるってことかなって思いましたね。ありがとうございます。私も買い取り営業さんになってくると、その中間マージンの部分っていうのがどうしても発生してしまうと、どうしてもオークションの相場
場よりも少し下のところで買い取りをしないといけないっていうところがある。僕らの場合だとそのオークションの相場の上限をちょっと目指していきましょうよっていうやり方なので、そこはまずは期待いただけたらなとは思います。そうですよね。買い取り業者さんは買い取って、オークションの相場より、10万20万抜かないとやっていけない輸送費、陸送費、出品費もあるんで、そういうところを考えるとセルカさんの方が高い金額を出しやすいというところですね。もちろんさっきもいろいろ話聞いたんですけど、買い取りが5万とか、低い車だとオークションその出品料も一定数かかってくるので、そこだとちょっとうまみ少ないというか、買い取り業者さんの方がいいかもしれないところなんですけど、そこら辺だと大体どれぐらいの金額だとセルカさんの方がいいかもねっていうところは。そうですね。やっぱり相場の部分で20万30万っていう風にところでついてくるのであれば、僕らのオークションの方が高値がつくっていうイメージはありますね。手数料の部分が僕らの最低でも3%税はかかっちゃう、そこが売った時に制約手数料という形がかかるので、ちょっとその金額が下ってしまう車っていうのはうまみがないっていうところがあるかなって思いますね。あとは北海道も沖縄も行けるということで、そうです。基本北海道沖縄どこでもって言ったらあれですけれども、お問い合わせいただければお伺いいたします。離島とかだと難しいかもしれないですけど、そうですね、ちょっと離島だと一般的な全国対応しているということなので、一度見てみてもいいかもしれません。よろしくお願いします。オークションの方がね、リアルタイムでちょっと見れなかったので、アーカイブの方で拝見していくんですけども、非常に面白い結果になりました。大満足いく内容になりましたね、本当に。今回ですね、この車両こんな感じにね、まとめてくださって、競りが行われましたと。もともと僕、130万円超えたら、売っちゃいます、本当に売っちゃいますみたいな感じの設定にしまして、もともと最初、69万ぐらい、その半分ぐらいのスタートから、こうやって伸びていきまして、で、最終的な価格ですね。結論言っちゃうと、こんな感じで、165万100円になりましたね。買った値段は前の動画見てくださってる方はわかるかなと思うんですけども、だいぶこれ良くないですか？ほぼタダ乗りしてるんじゃないかぐらい。タダ乗りではないんですけど、こんだけ楽しんで、この値段につくんだったら、実際買った金額とほぼね、大差ないというか、僕お買い物上手だなってすごい思っちゃいましたね。結果で言うと満足いく値段になりました。パチ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 というところで、150超えたら嬉しいなと思ったんですけど、まさか165いくとは。昨日、検査員の方とも話したんですよ。野田さんとも話したんですけど、私だったら120、30で買い取って、店頭で220万で買いますっておっしゃってたので、そんな感じなので、おそらく買い取り店とか、一般的な皆さんがお住まいの近くの車屋さんとかに買い取るってなったんだったら、下取り価格がおそらく120、30万ぐらいに落ち着くのかなと思いますね。ですが、今回使ったサービスのセルカさんですと、165万になりました。で、ここから車屋さんが仕入れて、おそらく店頭で220万、30万ぐらいで並ぶのかなっていうような感じになっておりますね。なんで、こんな感じでしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。で、まだ引き渡しの方はまだなんですけども、非常に思ってたより高くなったなっていうような印象です。なので、引き続きね、また車買おうかな。いい感じの値段で売れたので、車また買っていこうかなと思いますね。何がいいかなっていう感じなんですけど、今はね、クリックポストの方が届いて、セルカさんの方から、書類だったりとかの準備してくださいっていう注意事項をいただきました。こちらは普段の名片と一緒ですね。車とかの必要な書類をまとめて、今から送りたいと思います。でこれ非常にありがたいのは、これあるのにですね、中には自分で用意してやってくださいみたいなので、こういうやっぱ些細な気遣いがすごいありがたいなって思いますので、早速ここの中に車検証だったりとか入れて送りたいと思います。ということで今日がラストのランになるんですけども、いやー、ロードスターもお別れということで、最後のねドライブに向かいたいと思います。今回はですね、ロードスターを手放すっていうところで、今回セルカさんを使って売却したんですけれども、今回ラストランということで今運転しております。いやー、本当にロードスターね、非常にいい車で悲しい部分はあるんですけども、またね、いつか買いたいなと思ってます。今ちょっとね、一時的に手放さないといけないっていうか、車今5台持ってるんですけども、ちょっと車両の入れ替えの関係でね、手放さなきゃいけなくて、すごい残念な気持ちなんですけども、またちょっとね、落ち着いたら再度買い直したい、そう思えるようなロードスターだったので、ロードスター買おうか迷ってる人は買うのやめないでください。ロードスターめっちゃいい車なんで、また買いたいと思える、86とかもまた乗りたいなと思うんですけど、また乗りたいと思えるような車だったんで、皆さんはね、ぜひこの動画を見てロードスター買ってください、ぜひ。でセルカさん使って、今回いいなと思った点は、もっと他値段が結構高く出たっていうところもありますね。あとは意外にね、手続きがスムーズだった。僕もいろんなもので売却したことあるんですよ。ヤフオクとかメルカリとかもあるし、買い取り査定とかいろんなところに出したんですけども、今回なんか何もストレスフ
フリーに車の売却が進んだかなと思うので、これからね車乗り換えるとか車を手放すっていう機会絶対いつか来るかなと思うんですけど、そんな時はねセルカさん使ってみるのを一つの選択肢としてね、無料でできるので出品する側はやってみていただければいいんじゃないかなと思います。個人的にはねセルカさん使ってみていいなと思いましたね。いいサービスだな、無料なんでぜひ1回はちょっと使ってみて、もし合わなかったら使わなくてもいいかなと思うんですけど、無料なんで一度使ってみるのいいんじゃないかなって思いました。はい、かっこいいね。そんな感じでね、長々と見ていただきありがとうございました。また他の動画でお会いできればなと思います。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。